タクシーのフロントガラス越しに見えた景色に私は驚愕した。空間に長方形の白い箱が浮いている。何これ、すごいやん。私がそう言ったと同時にタクシーは止まり、料金は私、支払っときますね、と葉月が言うので、私は、じゃあ、帰りは私が払うわ、と言いながら、タクシーを降りた。丘の上に張り出すように作られたその建物は、好奇心と恐怖が共存しているように見え、自然の中にありながら不自然さを漂わせている。しかし、それが違和感なく溶け込み神秘的な雰囲気を放っていた。よく見ると、地面と丘のてっぺんに面した建物の底板部分の空間を無数の木の梁が支えている。清水寺みたいな作りなわけか、と京都に行ったこともないくせに私は感心してしまった。タクシー料金を払い終わり、降車して私のもとに歩いてきた葉月に、しかし、すごい建物やね。中に入ってみたいけど、なんか崩れそうで怖い、と言うと、こっちは喫茶なんですよ。ハンバーガーはその上です。後から、喫茶の中も見せてもらうといいですよ、と笑いながら言っている。上があるんや、とさらに感心をしていると、じゃあ、行きましょうか、と葉月は建物の脇にある木製の階段を登り始めた。階段の始まり部分にある木の看板には、喫茶かりんと書いてある銀色の金属製のプレートがはめ込まれていた。タクシーは私たち2人を降ろすと、かろうじて車1台が U ターンできるくらいのスペースで U ターンをして元の道を戻っていった。最初に目に飛び込んできた建物の景色が強烈すぎて、冬特有の山の香りや木々の景色もかすれてしまう。私は、せっかく来たので周りの景色を見ようとキョロキョロと見回したが、冬の枯れ木を見たところで、自分の実家に帰っても似たような景色だし、大した感動はしなかった。そんなことよりも、木製の階段は少し急で長い、運動不足には応える段数を登ることの方が必死で、景色を楽しむような気持ちにはならなかった。息切れがしていることを葉月に気づかれないように階段を一段一段上がると、先ほどの近代建築の建物とは全く違う建物が目に飛び込んできた。それは一見、民家のようだった。こっちがハンバーガー。冬は閑散期って言ってたんで、ゆっくりできると思います。と先を登る葉月が振り返りつつ、建物を指さしながら私に言う。私は息が上がっていて返事をするのにやっとだった。階段を登りきり、店の入り口まで来ると、先ほどは枯れ木ばかりだった山の景色が、少しだけ紅葉の残り香を漂わせ、色彩を残している。木々の根元にうっすらと残った雪がところどころで太陽を浴びて光を屈折させながらキラキラと輝いていた。ようやく私は、この周囲の雰囲気と景色を感じることができ、綺麗と思うことができた。店の入り口は大きなガラス引き戸になっていて、白く大きなのれんがかかっている。葉月がのれんをくぐり、引き戸をガラガラと開けると、カウンターの中からニット帽にトレーナー、エプロン姿の若い男性が現れ、よう、来たなぁ、と大きな声で出迎えてくれた。久しぶり。元気やった？かなえは元気？元気にしとるよ。子供ちゃんは？二人とも、元気。葉月は私と話をするときには全く違う雰囲気で男性に挨拶をして、男性の妻だろうか、私の知らない女性の名前と子供について、親しげに近況を伺っている。私は、開いたガラス引き戸を閉めて店内に入り、葉月と男性のそんな様子を横に感じながら、店内を隅々まで見渡した。信也くん、こちら、福岡で仲良くなった陽花さん。陽花さん、こちら私の親友の旦那さんで、同級生の信也くん。ここと下の喫茶店のオーナーさん、と葉月は男性を私に紹介した。はじめまして。素敵なところで、素敵なお店ですね、と本心だったが、ありきたりの挨拶を私はした。ありがとうございます。ゆっくりしていってください、と信也は言うと、葉月。バーガー食う？と言いながら葉月の方へ向き直った。バーガーを食べに来たんだよ、と葉月は念を押すように信也に言って笑っている。OK。
メニュー決まったらチリン鳴らして、と深夜はテーブルの上の鈴に目配せをして、わかった、という葉月の声を聞くと、カウンター奥の厨房へ下がっていった。ストーブの近くがいいですよね、と言い、葉月は入り口からすぐの長テーブルの角の椅子にバッグを置いた。